れからねちょっと町まで行って水をタンクに入れたいと思います。こういう感じで毎回1回ごとに4つタンクにお水を入れてます。やっほー、皆さんこんにちは、ゆうかです。今日はお水のことについてねちょっといろいろ説明っていうか見せようかなって今日思ってビデオを撮ってます。でね、この後ろにあるこのウォータータンクが私たちが購入した最初のタンクです。でオーストラリアっていうのはこういう例えば自分でお家を建てたりすると、必ずこのウォータータンクを設置しないといけないっていうねもう義務があります。でサイズはこの私たちはね結構小さめのやつなんですけど、これのね2、3倍ぐらいある大きいやつが、必ずお家に2つはないといけないのかな、いけなくって、でそういうアパートとかマンションみたいなとこに住んでいても、見えないとこ、例えば地下とかにこういうタンクが貯蔵されてたりとか、大体どこに行ってもこのタンクがあります。私たちが今住んでるところっていうのもお水が引いてこれないので、自分たちで雨水を供給してそれを自分たちの、生活として使っています。なので、ちょっと今ねあんまりまだ家があれなので見せられないんですけど、タンク自体はねこんな感じで大きくって、こういう風に雨水を、コレクトしてこの大きなタンクに入れています。これでも多分5000リットルだからそんなにすごい入ってるっていう感じじゃないのよね。でこうやって雨水が溜まって、いくつかこういう蛇口があって、でこれとかもこうやってひねると水が出るようになってます。こういう感じね。でこっちも別のちょっと今ホースをまだつけてないんだけどタップがついてます。でここのね土台もうちの旦那さんが作ってくれました。こういう風にして砂利を引いて作りました。結構これ満タンになったらねもう車5台分ぐらいの重さがあるのでかなり重たくなっちゃうから、しっかりこう支えれるように土台を作りました。でここら辺にはねクローバーが生えてます。お水がやっぱりあるとね植物がどんどん入ってくるよね。でこの雨水は基本的には、フィルターがあれば飲むこともできます。でオーストラリアだと結構雨水を普通に飲用して飲んでる人もたくさんいます。で私たちちょっとまだフィルターがないので飲み水としては使ってないんだけど、例えばお野菜を洗ったりとか、歯磨きする時に、使うお水とかそういう感じで使ってて、であと汲んできたお水っていうのは、例えばシャワーに使ったりとか、食器洗ったりとかこうなんか流したりとか、そういう時用にこう使い分けています。やっぱり水道水より雨水の方がどちらかというと絶対綺麗で、ちょっと飲んでみたけど水道水の方がやっぱまずいね。雨水の方がすごいクリアなので、そういうものはこう直接口に入れるものとかに使う時は雨水を使ってます。まだまだね足りない。もっともっとあと5、6回ぐらい大雨降らないと満杯にならないかな。でこれはシャワーはこれはねどこで買ったんだっけな、バニングスだったかな、ホームセンターで買いました。でもう本当にすごいねなんていうの、ベーシックな働きで、ここの中にお水とお湯を入れて、こ
こをひねってただシャワーを浴びるっていうだけ、本当にそれだけの簡単なシステムで、こちらの今日ねちょっと曇ってるんだけど、晴れてるとねこうちょっと午後夕日が沈む前ぐらいにシャワーを浴びると、もう大自然の中でシャワーを浴びてます。すごいね気持ちいいですよ。はい、まあ今シャワーとトイレはこれから建設していく予定で、今はここを使ったり、あとは私はその水を汲みに行った時に公共の、パブリックのシャワールームを使ってます。はい、そんな感じで今日はこう私たちがねどんな感じで自給自足しながらお水を使ってるかっていうのをねちょっと紹介してみました。はい、今日のビデオはこの辺にしときます。それじゃあね、バイバーイ。